第2話、関係必至のロストチャイルド。すずさん、なえちゃん、入って入って。お邪魔します。本当にいいの？唐揚げおごってくれるなんてさ。もちろんだよ。ジューシー唐揚げナンバーワン。じゃあ、お言葉に甘えて、唐揚げ食べたい。おおかりんおじさん、怖いです。何か楽しいことでもあったのかな。まゆり、よくやった。小動物を捕獲したようだな。小動物ってネズミか何か？あれ美味しいよね。何を意味不明なこと言っている。小動物とはそこのシスター・ブラウンのことだ。ごめんなさい。もしません。おかり、どういうこと？ラボメン全員集合。これよりオペレーションミョルニルを開始する。岡部うっさい。徹夜明けで寝てる私への嫌がらせ。オペレーションってことは戦いだね。いかにも。これは反体制の闘争だ。反体制。岡部倫太郎、それって素敵。おまさかバイト選手がこんなに食いついてくるとは。一体何するの？オペレーションミョルニル。それはすなわちこのラボの家賃引き下げ交渉である。くだらない。寝直すか。2週間で3000円も上げられたんだぞ。おかりんがいつも店長さんを怒らせてるからだと思うな。奴は俺たちから全てを絞り取るつもりだ。そこでこの小動物を利用して家賃引き下げ交渉を行う。これこそがオペレーションミョルニルなのだ。お金のあれか。幼女を人質にするとか実法訪問真っ青なことを平然とやってのける。そこにしめらる憧れる。やってくるなり人をロリコン呼ばわりするな。何にせよその作戦乗った。頼りにしてるぞマイフェイバリットライトアーム。変態どもは死ね。私も協力するよ。は？反体制と聞いちゃ黙ってらんないもん。血が騒ぐ。お父さんは容赦しないです。岡部、この子怯えてるでしょ。やめなさいよ。むしろ怯えてるのは岡部倫太郎の方にも見えるけど。この程度でたじろぐ俺ではない。それに小動物のおもりはマユリンにさせておけばいい。何しろあいつにはチャイルドフィッシングの力があるからな。何それ？短美な響きを感じる。変態の響きの間違いだろ。静かに見ていろ。唐揚げできたよ。ジューシー唐揚げナンバーワン。はい、なえちゃんどうぞ。わあ、美味しそう。いただきます。おいしいね。見ろ、あれこそがどんな子供の精神も支配してしまうマユリの恐るべき能力の一つだ。食べ物で釣ってるだけだろ。あんなの私でもできる。ほー。何よ。ならば上州よ。唐揚げの歌を歌い小躍りしてもらおうか。それはいいギャップ萌え。動画で保存したい。だが断る。椎名まゆり、私にも唐揚げちょうだい。もちろん。まだたっぷりあるから遠慮せずにどうぞ。本題に戻ろう。例の小動物を使って交渉をどう有利に持っていくべきかアイデアをくれ。表面突破？意味わかんねえ。ブラウン管工房に催涙弾打ち込んでさ、隙をついて一気に制圧するの。ハリウッド映画の見過ぎじゃね？勘違いするなバイト戦士。俺たちはカウンターテロ専門の機動隊ではない。だったら何なのさ。不王を隠居魔とその手下どもに決まっているではないか。勝手に手下にするな。故にこの作戦に求められるのはいかにミスター・ブラウンに屈辱を与え
奴の方に頭を下げさせるかなのだ。それ反体制じゃなくて単なる悪いやつじゃん。悪いやつで結構。なぜなら俺は狂気のマッドサイエンティストだからな。じゃあさ、ナイシの盗撮動画を送りつけて、それ以上言うな、ガチで通報されるぞ。さすが変態だな。変態じゃない、変態紳士だよ。はで、お前たちを当てにした俺がバカだった。ならば小動物に直接聞き出してやる。何を？父親の弱みをだ。相手は子供なのに。俺は女子供だろうと容赦はしないというわけで、そこで唐揚げを食っている小動物お前の父親の弱みを教えてもらおうか。否定すればその唐揚げを今すぐ取り上げる。唐揚げ食べてごめんなさい。取り上げるなんてかわいそうだよ。やめてあげて、オカリン。餌やり係はすでに用済みだ。だってろ。お父さんは目指しが嫌いです。そうか。ならば目指しをお中元に送れば。嫌がらせにしか思われないだろうな。そしてキレられて家賃あげられるんですね。わかります。他には？もじゃもじゃの髪に憧れてるって言ってました。そうか。ならばアフロのカツラをお中元に送れば。嫌がらせにしか思われないだろうな。そしてキレられて家賃あげられるんですね。わかります。ならば、やーいツンツルテーンと子供の暴力に訴えるしかない。それ死亡フラグ。となるともう小動物を盾にラボに立てこもる作戦しか残されていない。岡部倫太郎の卑怯者。もうこれしか俺たちが生き残る道はないんだ。もしもし。お父さん。今2回唐揚げごちそうになってただけだよ。おかりんおじさんにお父さんの弱みを聞かれたりしてないからね。それとね、お父さんはツンツルテンだって言われたんだけど、そんなことありませんって答えた方がいいよね。うわー。それとね、今日帰るの遅くなるかも。おかりんおじさんが私を盾にして立てこもるって。こっち来るの？わかった。お父さんが来るそうです。おかりんおじさんに話がある。俺は今からギアナコーチに高飛びする。あとは任せるぞ。さらばだ。窓から飛び降りても真下がブラウン管工房なんだし、見つかるんじゃね？タイミング的にはちょうど鉢合わせになる気がする。赤だおめえこの野郎誰がツンツルテンだって。俺は目指しが嫌いだ。待ちやがれ。また家賃あげられるわね、これは。